やちょっとダサいか新車です。かっこいいね。カスタムしました。フルーツ飴とかも食べたい。欲しいな。お待ちどうさまです。はい。こんなもんじゃない。かわいい。かわいい。かわいい。なんかさ、シックな色合いでいいね。使いやすそう。ね、しかもね、あのお皿超かわいいの。見て。私持ってるこれ。嘘。これ超かわいい。ひろみ。私これにギリシャヨーグルト入れて。あ、かわいい。何、洋風のもの入れてんの。そう、かわいい。めっちゃかわいいね。大好きお餅。お茶美味しい。お餅は。お餅も美味しい。ノワリデニムのフニッコが入っています。超かわいいねこれ。めっちゃかわいい。使いやすそう。
秋っぽい。いやいや、秋っぽいから。美味しい。皆さんこんばんは、みくです。今週1週間皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。もう10月になって、そしてだんだんと肌寒くなってきて、やっとニットが着れるようになってきました。もうまだちょっと暑いんですけど、ちょっと秋を早く感じたくて、お家ではねこういう感じでもうニット着ちゃってるんですけど、
10月に入って私の心はもうすでにクリスマスに向かっています。もうハロウィンをすっ飛ばしてクリスマスを待ち望んでいるんですけれども、今ねこのアトリエもちょっと模様替えしまして、ソファーの位置を変えたりとか、あとはテーブルの位置を変えたりして、ちょっとねこうツリーを置けるスペースを作っています。でもう来週ぐらいからツリー出しちゃおうと思ってちょっと準備してるんですけど、ツリー出しちゃってまだクリスマスの飾り付けは早すぎるので、ツリーにハロウィンの飾り付けをしてハロウィンツリーを作ってみようかななんて思っています。で、ハロウィンのね準備をしつつも、私はクリスマスシーズンにフィンランドに行く予定なので、そのフィンランドの予定もそろそろ考えていかないとななんて思っています。初めてフィンランドに行ったのが2年前の12月、2年ぶりに冬のフィンランドに行きたいと思っています。今年はオーロラを見に行く、そんなフィンランド旅にしたいなと思っているので、ラップランドに長く滞在したいと思っています。レビーというところと、あとはロバニエミ、この2つを拠点にしてオーロラハントをしつつ、冬のアクティビティを片っ端から楽しんで、そしてできればサウナに入って、凍った湖に穴を開けたところに入るアイスサウナっていうのかな、それにも挑戦したいななんて思っています。そしてヘルシンキでお買い物もしつつ、時間があればエストニアまでショートトリップしたいなとも考えています。でそこで今いろいろとリサーチしてまして、旅行に行く時にどんな風に計画立ててますかって聞かれることが多いんですけど、基本的にはこういう感じでその国の、ガイドブックだったりとか、あとは特集してる雑誌、こういう風に北欧がね好きな方の本みたいなものを買ってリサーチすることが多くって、あとはインスタグラムを中心にどこに行きたいか調べたりしています。はい、で今ヘルシンキのことリサーチしてて、ガイドブックはもちろん最近買って結構良かったなって思ったのが、このファッチの、ヘルシンキでしたい天のことっていう、ムーミンとあとはヘルシンキ、そしてフィンランドブランドを特集した、こちらの9月号、表紙も可愛いし、中のねヘルシンキのレストランだったりとか、あとはヴィンテージセカンドハンドショップの情報がね結構いいものが多かったので、これもね参考にしながら今年のフィンランド回りつつ、あとは個人的に好きなのが、こちらの私の北欧案内ストックホルムとヘルシンキという長田ゆかりさんのお気に入りの場所を集めた本、これも結構好きです。これはねストックホルムが結構メインで、ほとんどがストックホルム、最後の方にねヘルシンキが少しだけこうレストランとかショップ紹介されてるんですけど、読んでるだけでね北欧に行った気分になれるっていうか、写真も文章も好きで読み物としても面白い本かなと思います。そういう感じで10月に入り、私はクリスマスの準備を早々に始めようと計画立てながら、フィンランドへの旅行の計画も立てなきゃいけないし、他の仕事もたくさんあるし、いろいろと忙しくなりそうですが、旅行を楽しみに頑張っていきたいと思います。I should do my share of waiting. You've had your turn, now I'll take my dose of patience. Take all the time you need, but I can't watch you leave without giving you the rest of me. Take all the time you need, all the time you need. You'll go out there, find a way to live those dreams. And I'll be calling, won't you tell me how it plays out?
始まりました。最近土曜ラジオ第14回、今晩もどうぞよろしくお願いしまよろす。しくお願いします。このラジオは私がこの家にアトリエを作って、そして私たち夫婦が半別居生活になったので、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオとなっています。はい。はい、最近どうよっていう話をしていくラジオです。では今週はこの夏にね仕込んどいた梅シロップ、そういえばこれ飲んでなかったと思って、これで梅ソーダを作りつつ、コンビニスイーツで秋らしいモンブランの小枝と、あとこれミルクティーのチョコ買いました。作っていきましょう。はい、でちゃんとできてるかな。大丈夫。いい匂いする。大丈夫そう。一杯ぐらい。そうかな。はい。わあ。2杯ぐらい。一旦一杯でいいかも。あと、うわすごいね。私は三ツ矢サイダー割りします。おお、どんな出来でしょう。できた。はい。乾杯。美味しい。美味しい。美味しい。こんな簡単にできるんだね。あれ、この梅仕事さしながらラジオ撮ってるの、そういえば。そうそう。懐かしい。これも食べよう。この秋のさスイーツが出てきた瞬間に突然秋を感じれる。小枝。小枝ってこんなちっちゃかったっけ？ね、こんなちっちゃかったっけ？小枝って今こんな小分けになってんだ。ちっちゃ。栗か。モンブラン。美味しい。まあそんな感じで10月ですよもう。もうだよ。もうあと2ヶ月で1年終わっちゃいます。あと3ヶ月やね。そうだけど、あと3ヶ月。10月、11月、12月。あと3ヶ月か。あっという間だったね今年。早いマジ今年。なんでこんなあっという間だった？忙しかったけど、でも去年に比べたらそんなさ、なんか目まぐるしさなかったじゃん。なんか動画でさ、どこ行ったって全然思い出せないんだけど。わかる。今年どこ行ったか思い出せないよね。全然思い出せない。でもなんかいろいろ行ってるの。海外はそうだし、国内も何気にさ、なんか行ってない？なんかどこ？自転車で最近。長瀞？高知も行ったし。高知もそうか。長瀞も行ったし、なんかいろんなこと。ほら意外とね。全然思い出せないな。あっという間に1年終わっちゃいそうで。最近どう？最近どう？いやまあ羽毛布団を出そうか悩んでるくらい。でまたさ、一回寒くなってさ、また今週ちょっと暑くない？暑い。今日暑い。今日暑かった。なかなかね洋服もなんか長袖着てと思って着たら暑いし、なんかもう秋がなくなってきてるのね最近。って言うよね。もうだってなんか紅葉もさ、せずになんかさ散ってるよね。散ってるよね、最近ね。なんか紅葉する前に、なんか葉っぱがもう多分日に当たりすぎてなんか力尽きて落ちてる。なんか今年紅葉見れないんかな。今年見に行きたいね紅葉。自転車乗ってさ、とかタイミングがあれば、行きたい。すぐ寒くなっちゃいそうだもん。皆さんはどう秋をお過ごしでしょうか。ラジオパーソナリティみたい。皆さんじゃないか、あなたは。何する？俺この前サンマ食べに行った。そうじゃん。サンマ定食を食べに行くって言ってなんか意気揚々と外でつったよね。そうなんか目黒にある菜の花っていう、もともと目黒がサンマが有名っぽいよね。なんかサンマ祭りやってたりするの見たことある。でそのなんかサンマ定食が食べれるお店に行って食べてきました。15人ぐらい座れるのかな、カウンターに。みんなサンマ定食、サンマ定食、サンマ定食、みんなサンマ定食食ってた。嘘。美味しかった？秋だなと思って。いやでも確かに焼き魚とかさ家でやんないからさ、外で食べたくなるよね。あんま家でサンマ焼こう見たくなんないもんな。そうね。ね。家だとね。サンマ食べたい。ほら行けばよかったのに。ね、行けばよかった。なんか置いてかれたもん、いつの間にか。行ってくんねえ。でもまあもうちょっとまだ行けるやろ全然。なんかあそこはなんか年中サンマが食べれるらしい。年中食べれるの？確か。いいよ。行こう。じゃあまた行こう。栗ご飯とかもうすぐですね。栗ご飯。子供の時とかさ、栗拾いに行かなかった？行ってた。行ってたよね。靴
靴で剥いて、ブリって剥いてトングで取るやつでしょ。そうでそれをなんかさ縁側のとこでさ、虫が入ってないかどうかさそう仕分けして、あれ剥くのも大変だよね。剥くの大変なのあれね。剥いた後にもう一個皮あるじゃん。薄皮、渋皮か。渋皮あれも大変なのね、懐かしい。あと梨ね。梨ね。好きでしょ梨。梨食べたい。梨ってどこが一番美味しいんだろう。梨になんかああいうのあんのかな。なんか宮崎のなんかあるよ、いっぱいあるじゃん。王様マンゴーみたいな感じでさ、梨もそういうさ。いやいっぱいあるじゃん。ある？えあんのそんな。いっぱいあるでしょ。名前ある？わかる？梨のそのなんか。じゃあ言ってみて。20世紀梨とか。20世紀梨？うん。本当に？いやあるって。そういう品名ってこと？うん。梨って当たり外れあるからね結構。ほらいっぱいある。でも見たことあるわ。本当に20世紀梨あるわ。シャリシャリでさっぱりがいいな。20世紀梨だったしでしょ。食べたいやつ。梨買おう。梨ふるさと納税すればいいんだ。ちょっとその話はダメなの？ダメなんですよ。なんで？親孝行で話すから。そうなんですね、じゃあもう早速親孝行の話していきましょうか。そうですね。はい。いっぱいコメント来てたよ。はい、前回のラジオで親孝行皆さん何しましたか、されましたかみたいな質問をね募集しましたね。でまず私たちから親孝行なんか最近したかなっていうのを発表していこう。でも思い返したら親孝行ってあんましてないなって思ってちょっとドキドキしちゃうんだけど、私はねやっぱ最近台湾にさお父さんとお母さん連れてったじゃん。去年か。今年？今年じゃない？多分今年か。はい。あれがね相当喜んでた。一緒に行ったじゃん、でその旅行中も喜んでたじゃんめちゃめちゃ、だけど帰ってきてからもなんか本当に楽しかったみたいな、何回も思い出しちゃうみたいなお母さんからメール来てであとさ動画にしたじゃん、別に親孝行とかのつもりなく普通に動画にしただけなんだけど、やっぱそれを見返してなんか改めて楽しかった思い出とか、なんかあとは家族に見せて、これ美味しかったのって言えるじゃん、見せて、それでねすごい楽しかったっぽくて、すごいなんか味しめちゃってお母さん、次はハワイでフラダンスを踊りたいな、それがお母さんの夢だなって言われたんだけどやっぱなんかその自分の旅行みたいなのをさ映像に残してもらうことってないじゃん。そうね。そう私たちはなんかもう仕事としてナチュラルにやってるけど、やっぱりそれって家族にとってすごい嬉しい思い出、それが記録に残って何度も見返せる、楽しかったあの日みたいなのを与えれて、なんか図らずしもすごい喜んでもらえたからすごい良かったし、またいつかお母さんの夢を叶えにハワイに行かなきゃいけないなと思ったんだけど、次の目標ですね。そうですね。お母さんが、フラダンスの講師なのでハワイでフラダンスを踊ってる姿を収めてあげようと思います。でお父さんはお父さんでねデブ症だから、そんな別に旅行とか好きじゃないんだけど台湾楽しかったっぽかったし、なんか美味しい美味しいって食べてたよね、すごい嬉しかった。結局やっぱりここ最近思うのはそうやって旅行のビデオを残したりとか、あとはうちのおばあちゃんのさ、ビデオを残したりすることが、親だけじゃなくて家族孝行になってるのかなみたいな思ってますね。一緒にいる時間プラス、思い出をちゃんと残してあげるみたいな。そう。どう？あなたは？皆さんにお尋ねしてね、何したかなと思ったけど、でも一個は俺も同じく、あなたとはもう付き合ってたけど、YouTube とかやってなかった時、普通にお父さんお母さんを台湾旅行に招待した、2泊3日やったかな、でちょうど俺も日本に帰ったタイミングだったからなんか一緒に行って台湾まで楽しんでもらってバイバイみたいな、反応どうだったかな。もう何年前だろう、6年前だから多分その時にパスポート取ってた気がする。それくらい多分海外も行ってなかったから、よかったねたのかな、っていうのがありますね、そっからはでも何したかな。だけどなんかお父さんが昔レコード好きで、で俺がなんかレコードの機械を日本で買って実家に送って、それを台湾に送ってもらったよね確か、なんでそうしたか分かんないけど、台湾住んでる時ね。そうでその時になんか欲しそうやったから
レコードを同じやつあげたんだっけ？いやプレイヤー同じやつかいやなんか多分選びたいだろうなと思ったけ選んでもらった気がする。すごい。とかお酒も送ってたりとか。それはなんかの退職祝いにウイスキーがいいって言ったけ、ウイスキー何本かとグラス、俺結構してるな。結構してる。あと最近ねこれはね結構皆さんにおすすめしたい、親孝行というか、さっきこっそり言ってたやつですか？そうそうふるさと納税ってあるじゃないですか。はい。結局さ親の気持ちからするとさ、その子供からさそんな物もらったりとか、お金もらったりってなんかちょっと気が引けるじゃないけど、結構受け取らないみたいなさ、あると思うよね。でもふるさと納税ってさ、その枠が余ってて、たらその送り先を自由に決めれるんよ。だからふるさと納税のサイトを送って、こっからいくら分、選んでいいよって言って、選んでもらって、送るみたいな。でなんかそれがねこれ結構親こんなん食べたいんやみたいな。確かに。何選んでたっけお母さん？シャインマスカット選んでたでしょ。俺がおすすめしてたカツオのたたきあ、とか、たたき。こういうの好きなんだってなんか思ってなんか面白かった。確かに。そうそうしかも別にさなんか親もさ気持ち楽じゃん。わざわざね。そうそう。何かをこうあれするよりも、親の納税余ったから好きなの頼みなって言われた方が確かに、じゃあみたいな感じでそうそうそう選べるかもね。お互い負担がない範囲でできるから、これはいいアイデア見つけたなと思って。いや確かに私もなんかそれやってるの見て今年この後やってあげようかなって思う。お母さんとかおばあちゃんに好きなのを選びなってやろうかな。結構いいですよ。まあ何でも嬉しいだろうけどね、何かしらしてあげたいってなった時ふるさと納税っていうのは一つの手かも。これから結構みんな頼み出すよね、年末にかけて。そうそうだからぜひ枠が余ったら親にあげるっていうパターンも、結構やってる人多そう。じゃあ皆さんからの親孝行のやつも発表していきたいと思います。結構ねいろいろいただいたんですけど、やっぱね旅行が多い。旅行がめちゃくちゃ多かったですね。なんかさ、コメントでさ、ミクさんの動画を見て母を連れて台湾に旅行に行きましたみたいな。それ話そうとしたんだけど。これ話そうかじゃあ。この方はラジオネームなしの方です。最近した親孝行は母と2人で台湾旅行に行ったことです。母は初めての飛行機、初めての海外旅行で快適なプランにしてあげたくて、ミクさんの台湾 Vlog を片っ端から復習しました。2泊3日のタイトなスケジュールで50歳過ぎの母には体力的にきつかったはずです。連れてってあげたいところが多くて、ゆっくり観光もできなかったかなと反省していましたが、連れてってくれてありがとうと言われた時には胸が熱くなりました。今までは感じたことがなかったですが、親のワクワクしたり喜んでいる様子を見て失いたくないと思ってしまいました。いつまでも元気に長生きしてほしいですということで、あなたも絶対これおっと思って目つけたろうなと思って。そう確かにと思って。そう確かにって思ったの私も。そうこれ私たちが言いたいのは、私たち結構旅行 Vlog を発信していて、でできるだけ皆さんがこう行ってみたくなるような場所っていうのを入念にね計画立てて回ってるんですよ。動画で見るだけだったらすごく快適ルートっていうか、なるべくテンポのいい動画をね作りたいと思ってるから、スムーズにちょんちょんいってる感じがするよね。そうだから同じように回ったら1日で行けるんだろうなって思いがちなんですけど、いや単純に台湾とかだと、もう俺ら慣れてるから、その迷うことがないんよ。地下鉄とかもね。そう地下鉄も迷わないし、道も歩いてる時もどっち行ったらってなんとなくさ分かるし、そうだから例えばその地下鉄降りて、出口出たけど、これどっちだろうみたいな時間が俺らには一切ないんだよね。確かに。だから初めて行って、本当右も左も分かんない状態でまねっこすると、旅慣れしてない人は回りきれないかもなって思いながら、でもなるべく詰め込みたいしなっていう葛藤よな。でもやっぱ回れる人はいるから、スムーズにできるだけねギュッと詰め込んでいろんなお店を紹介したいっていうのがあるんですけど、なんか前回そのお父さんとお母さん連れてった時も、結構途中でフーみたいになってたよね。もともとの予定よりもねやっぱ間引いたもんね。そうとか次の日の朝ゆっくり起きようかとか、で行くはずだったところキャンセルしたりとかあったんですけど、難しいよね。でも、その台湾の、おすすめは確かにその何本かあるから、一通り見てもらって、
俺らが毎回行ってる場所があるよね。火鍋屋さんとか、うんあとドーファー層のドーファーとか、あとお茶量り売りのお茶とかね、まあ、そこら辺は行ったら間違いないと。だからそこを軸に、もうあとは行けるかなぐらいで、行けなくてもいいけど時間が空いたらここに行こうぐらいの、なんかプラン B をいくつか持っておくとちょうどいいかなと思うけど、そうだね、そのまま丸パクリはね、旅行慣れしてない人は結構体力的にきついとは思う。結構きついと思うし、まあ、特にこの前の女子旅とかはね相当詰め込んだから、まあ、あれをほとんど全く同じにやろうとしたら結構しんどいと思うので、ここは行きたいっていうとこだけピックしてうまく組むといいかもしれない。難しいんだよね、動画とね、実際はね。そうそう台湾以外は多分全然いけると思うんだけど、そうだね、台湾はさちょっと、台湾は結構慣れすぎちゃってるから、まあ、あれはそのガイドブックだと思って見てもらえるといいかもしれない。ガイドブックっていろんなお店紹介されてるじゃん。そこで目で見ては美味しそうって思ったところにここは絶対行こうみたいなチェックつけとくといいかもしれないですね。だいたい行った場所の Google マップの URL を全部概要欄に載せてるから、行きたいなと思ったところで Google マップにピンを刺しとくでなんか絶対行きたいところに例えばハートのマークとかつけといて、行けたら行きたいなところにスターのマークをつけて散りばめといて、でそのピンクをめがけて回っていくわけで、時間が空いたらあ近くに星あるわここ行ってみようみたいなやり方が一番満足度高くなりそう。そうですね、美味しいところを紹介してるから、美味しいとか買い物して楽しいとか、っていうところは間違いはないと思う。スケジュールは確かに結構きつめだから緩めた方がいいかもしれない。そうね、それがありました。もう一個言いますね。ラジオネーム純丸さんからのコメントです。最近した親孝行はウェディングフォトを撮ったことです。今年の5月にハネムーンを兼ねてニューヨークにウェディングフォトを撮りに行きました。出来上がった写真を見せると母はいろんな人に自慢して大きな額縁に写真を入れて家に飾るととても喜んでくれました。結婚式をしない代わりにウェディングフォトを海外で撮りましたが、自分たち以上に喜んで写真を褒めてくれる母を見て、これはある意味親孝行ではと思いました。質問ですが、ミクさんたちはウェディングフォトを撮る予定はありますかとのことです。いやこれね、うちのお母さんにもめっちゃ言われる。ウェディングフォトは絶対に撮ってって。いやもう撮ってほしいよね。私たちはコロナ禍に結婚したので、結婚式をやるとかっていう話すらなんなかったような気もするし、ウェディングフォトも撮る暇もなく台湾に行ってしまったので、なんかそこら辺はなあなあになって、でまあもう今更ね結婚式は、やってもなんか呼ぶ友達もそんなにいないし、別に結婚式はいいかなと思うんですけど、さすがにウェディングフォトは確かに私も撮りたい。なんか本来ならそろそろ撮ってるはずやったよね。そうだね、なんかバタバタしちゃって今年撮れなそうなんですけど、来年の去年も言ってたやつや。来年の春まで、寒い時期来年の春ね、できればに撮りたい。半年ぐらいか。痩せれるかな。いやちっちゃい声で頑張って痩せて。パンパンでいいならいいけど。ダメだよパンパン。ウェディングフォトの話って結構ちょいちょい Q&A でもしたことあると思うんだけど、なんかうちはね、なんか海とかでさ、ウェディングフォトとか東京駅の前とかそういうのではなくて写真館でバシッと撮りたいっていう彼の希望があり、確かに私もそれがいいなと思ってそれで撮りたいなと思っています。でドレスとでまた着物もやりたくない？どっちでも。着物は庭園とかでやったら素敵じゃない？着物も写真館どっちでもいいの？いや写真館がいい。なんなのこだわりが。なんでそんな写真館にこだわるの？いや多分、第三者に見られてると、笑っちゃうっていう。庭園とかで、周りにお客さんがいたりとかしてチラッと見られたら、こそばやくなっちゃう、ふんって思っちゃう。だからそれで、写真館でやりたいの。でなんかできれば本当に昔から長く続いてる写真館で熟練のおじいちゃん写真館みたいな人には撮ってもらいたいんですよ。バシャって。そうもう指震えてるぐらいの。この道もう何十年の。もうピント合わせれるか合わせれないかぐらいのおじいちゃんに撮ってもらいたいなと思って。無口でねバシバシって撮ってくれる人がいいんでしょ。そういう写真館を探しつつ、ドレスはねちょっとなんかここで選びたいなみたいなのがあるから、それはまたね
まあ Vlog になると思うからあれなんですけど、ウェディングフォトは撮らないとね。まあ確かにそれも親孝行でしょうね。そう楽しみ。私こういうなんかハイネックで首が詰まってて、露出がないやつで長袖みたいなやつで、クラシックなやつ。クラシックなやつ。そうそう結構さ日本の人ってさチューブトップタイプのドレス多いじゃん。私それ着たらさこの辺すごい貧相になっちゃうから、全部この洋服みたいになってるやつを探し中です。はい。あなたはある希望とか？いやタキシード？はい。タキシードってそんないっぱい種類あるんかな。まあ色とかあるじゃん。まあでも黒。痩せないとね。いやそういや俺は別にね服装じゃないんだよ中身の問題だから俺は。確かに男性はそうだよね、そうだからウェディングフォトを撮る前ぐらいからエステに通ってみたいななんちゃらやってみたいな、そういうのを全部まとめた Vlog とか作りたいなと思います。そうね。はい楽しみだね。てかドレスっていくらぐらいかかるんだ。まず何もその辺も調べてないから貯金しなきゃとか思ってる。だってどうせなら自分が好きなやつにしたいじゃん。それはね。結構さピンキリじゃん。そうなんや。そうなんか庭園とかだったらさそのなんかプランの中から選ぶみたいなやつだけど、例えばうちはさ今のところドレスはドレスでどっかから借りて、写真館は写真館でどっかから見つけてみたいな、ドレスを持ち込んで撮るみたいな、多分そうじゃん。そしたらドレスレンタル代がかかんのよ。着付けさせてくれるんかな。いやわかんないその辺。だから雇うんじゃない。例えば私がなんかドレス借りたらヘアメイクさんとかを別でフリーの人とかで頼んだら、その人が例えば消せれたら消せれるしとか、もう分かんないんだけど。痩せさせてはくれない。痩せさせてはくれない。当日ちょって痩せさせてはくれない。せんのは自分で行かなきゃいけない。だからもうどれぐらいお金を用意しといたらいいのかとか。もうそろそろ動かな来年間に合わない。いやそうなのね。だからちょっと大変だね。こんなウェディングフォトだけでこんな大変なのに結婚式とかやったらどうなっちゃうんだろうね。どうやってみんな結婚式やってるんだろう。でも大変って言うよね。でもみんなコロナ禍に結婚して今ぐらいに結婚式改めてあげてる人いっぱいいる。そうなの。まあ、それはいいや。私は好きなドレス着て写真撮れればいいから。ドレスにお金かけるわ。好きにかけない分さ、自分の好きなやつにお金かける。まあ、そんな感じでね、結構ね親孝行以上ですっていう、まあ僕がやっぱ先週もう答えを言っちゃったんだよな。皆さんね、なんか私はこれしましたあれしました言ってましたけど、子供が元気そうならそれが一番なんですよ皆さん。あんたがそれ封印したやつでみんなそれ書きたいけど頑張ってさ、それの周りのことを書いてたわけ。わかる、コメントね、来るたびにね、子供がいるだけで幸せなのに親はって思いながら見て。だからそれみんな言われたからその周りのこと話したやつ。でも中にさ、もう耐えきれずさ、やっぱ子供が元気ならいいいいですみたいな人いたよ。いた。いやでも本当そうなんだと思うわ。まあでもやっぱ元気でいるよって思ってもらえたらいいんだろうね。でもこのコメントねすごい良かったと思う。こういうことやりましたでこういう親がこういう反応でしたっていうのはさ、これ見てさ私もなんかしたいなって思ってさ行動することがさ親は嬉しいわけよ、子供が元気なことプラスでさ、なんか思ってくれたんだなみたいな。皆さんコメントありがとうございました。はいありがとうございました。なんか私今週話そうと思ってたのはさ、前の自分には戻れないよねみたいな話をしようとしてたの。なんかというのもなんかこの1週間で自分の動画を見てくれてる人と話す機会があって、その時に台湾の時の動画が大好きですっていう話をしてもらって、台湾ダイアリーズが一番好きですって教えてもらって、そうなんだと思って、もちろん今の動画も好きですよって話で、でも私は台湾ダイアリーが一番好きですって言ってくれたんだけど、でも私台湾ダイアリーの時結構さ、メンタル的に辛かった時期で、結構ね苦しみながら動画作ってたっていうか、なんならあのままあの気持ちのまま行ってたら YouTube ちょっとやめてしまってたかもしれないぐらい、結構しんどかったの。でもだからといって台湾ダイアリーズがあれはダサくだとか嫌いとかそういうわけじゃないんだけど、なんかそうなんだって思って、しかも私が台湾ダイアリーズの中でバーンアウトしましたっていう動画、あれが一番好きですって言われたの。なんか人の不幸は蜜の味みたいな。いやそうじゃなくってバーンアウトした後に
どういうふうに気持ちを上げるかっていうそのマインドのところがすごく共感できましたって言われて、あ、そうなんだと思って、その話を聞いた後に私のね好きな YouTuber さんがいるんだけど、その YouTuber の方はすごいいろんな凝った編集とかしてデビュー動画だったりとかそういうのをいっぱい上げ続けてる中で、試験的に奥さんとラジオやったらそのラジオが本当に待ってましたみたいなコメントで溢れてて、その時にその YouTuber の方も俺が作ってた今までの編集凝ってた動画よりもこのラジオの方が需要があるのかって、これからの自分の方向性のこと考えちゃったなみたいな、なるほどね。そうって言ってて、私もその感覚すごいわかるっていうか、なんか見る側と作る側の誤差じゃないけどギャップがね。そう、ギャップに今週はちょっと驚いて、かつその好きな YouTuber の方のラジオを見た時に同じこと喋ってたから結構考えてたんだよね、1週間。って。ああ、まあ昔のね。そうそう。昔のスタイル。今も好きですけど前のあの時期のものが好きでしたって言ってもらえるのってすごい嬉しいんだけど、でもそこには戻れないしなみたいな葛藤と、でもそれは言われることはありがたいことで自分の今後にどうつなげていこうかなって考えるんだけど、まあそうなるといろいろぐるぐるして前には戻れないけどっていう問題っていうのが定期的にやってくるんだけど、今週やってきたのまた。そう。まあなんか自分は進化と思ってそうそう努力してやってきたけど、果たして進化だったのかみたいなことですか？そういうことです。そういうことを他の YouTuber さんも言ってたし、自分もよく思うの。1年に 1,2 回思うのね。思うし、でもだからといってその1年前とか2年前の自分のスタイルにまま戻れないし、戻ったところで多分ね、あれ違うなって思われると思うんだよね。なぜかというと、私は BTS がすごく好きで、 BTS の昔の歌謡年歌っていうその時のコンセプトの曲が大好きなんだけど、じゃあ今の BTS にその時のコンセプトをやってほしいかといえば違うんだよね。あの時の BTS だからこそこのコンセプトがバッチリハマっててっていう、でも今の BTS も好きなのまあその気持ちもわかるってことね。そうそう、一番最初なんてさ、カップに絵描いてたよね。そうだよ。だから私もしみじみ昔の動画も見返してみてさ、台湾ダイアリーズとか全然見返してなかったけど見返して、うわこんな風に撮ってたんだとかさ、思ったりとか、こんなことに悩んでたんだって思ったりとかするんだけど、あの時の儚さみたいなとかっていうのは、いや今出せないだろうなみたいな思うわけですよ。悩んでたからこそ、かけたものとかあっただろうし、もう一回同じように悩んでみてよって言われても無理っちゃ無理だもんね。そうそうそう。でもそれってさ、作る側もそうだし見る側もどっちもね、そのフラストレーションじゃないけど、前のあの時期のすごい好きですっていうのを、だけど昔には戻れないっていうそうね。これはさ、なんか、まあ、いろんなタイプの視聴者の人がいてしかるべきなんだと思うんだけど、まあ、確かに昔の感じが好きですって言われると嬉しくないわけじゃないだろうけど、ちょっとどこか複雑に受け取ってしまうってことか。嬉しいんだけど、今は大丈夫ですかって、今はどうでしょうって思ったりとか、今やってることって大丈夫なんかなみたいな、とか思っちゃったりとか。まあね、でもなんだっけ、その時代を制するのは強いものではない、変化したものだみたいな、なんかあるよね、そういうのね。なんか名言あった、そんなっていうことらしいですよ。いやでも俺わかんないけど、なんかあなたがあのままテロップ芸人テロップ芸人って一言も喋らず静かに音楽と作業音だけで、まあ、テロップでちょっと気持ちを綴るやつねテロップ芸人いやわかんないけどそのっていう作り方だけだったら、なんかもうやってなさそう、そもそも YouTube 自体は。いやそうなんだよね、もういなかったと思うんだよ、私。難しい。俺もなんかその何かの、誰かのとてつもないファンとかになんかなったことがあんまりないから、
そのファン心理をどこまで理解できてるかわかんないけど、うん、誰かを推すってさ、うんまあ、例えば好きな飲食店でもいいけどさ、うんうわ昔のメニューが良かったとか昔の味付けの方が良かった、言うならまた来いよって思う。俺が言いたいのは、うん変化してる人に対して前の方が良かったって結構辛い言葉なんじゃないかなって想像してしまうんですよ。でも言ってる側はうんそんなことないんだよね、うん、きっとね。そうなんだよ。けど今があるのは変化があったからなわけじゃないですか。そうなんですよ。うん、で変化してなかったらやめてたかもしれないし、うん、言われてるだけうんまだまだ、っていう考え方もあるし、うん昔さあなたから言われたことで、うん私こういうこと言われてすごいなんか嬉しかったみたいな、うん、覚えてないかな。わかんないなんか昔からのファンうん、ああ昔からの思い出した。思い出した。俺なんかその人の言葉が全てだと思うんだよ。なんかその方は私のことを多分インスタグラムでカップアウトしてる時からずっと見てくれてて、てかもっと前だ、ブログ時代から見てくれてただったかな。うんでずっと見てますと。でその方がコメントしてくれたのが本を発売した時、その時に初めてコメントしまして、でも実はずっと前から見ていましたみたいな。でミクさんのことをずっと見てて特に何もコメントしてこなかったんですけど、ミクさんが変化してるのをなんかこう緩く見てましたと。うんである時はミクさんの考え方に私はそうは思わないなと思いながら、でもある時はなんかすごく共感できるなって思いながら、でもそのミクさんの波っていうのを楽しんできましたみたいで、これからも頑張ってください、静かに見守ってますみたいなことをざっくりね、うん全く同じ文章じゃないけどそういうことを言ってくれた方がいて、その時結構辛かったよね私。だけど対話の時か。そう、んだからすごくね救われたんだよね。だからその結局波があるわけよね、うんうんすごい自分がハマれる時期と、うんなんかハマってない時と、うんもう忘れちゃったりもするけどなんかまたハマったりとか、うんその経過をたどらせることができればうん勝ちだなと思う。その経過をね、そうその一番はさもうフェードアウトじゃん。あつまらないな忘れられる、うんでもあの時が良かったっていう人をもう一回、まあ、同じ形に戻らなくても、うん別の形とか角度からあやっぱりこれすごいいいって思わせられるかどうかだよね。確かにそうだね。だから梨も私梨がめっちゃ好きなんです。でも一番甘い時の梨だけをうん食べてるやつのことを梨好きって呼べますか。もう一流のいろんな梨が5種類ぐらいありましたと。糖度計で一番甘い梨だけを5種類並べて、うん食べ比べて、うんあやっぱあの人すごい梨好きだわ、梨好きだからやるんだわって、うんうん違うやん。やっぱまだ甘くない梨を食ってちょっと甘くなった梨を食ってその過程をいろいろ食べてる人があの人本当梨好きだよねってことじゃないですか。だ確かに。から尺度は人それぞれだから、うんうわ今のミクさんめっちゃハマるわっていう時も会ってくれたら嬉しいだろうし、うわちょっと今うんーんってうんなるのがあっても当然だし、うんそれはあなたも変化してるけど見てる人も変化してるから、そうそうだからまあそれが全てなんじゃないかなとそうですね、思確かにいますよ。。でも前の何々が好きだったって言われるのは別にダメなことではないので、なんかそれで、なるほどこういうのがすごくハマってくれるだなって思って、それでそこからまた違う動画を作る時にそれがエッセンスになって作れたりするから、そういうねコメントもありがたくて、でもやっぱりねたまにこう1年に1回うん自分のやってることって大丈夫なのかなって思うこのヒヤヒヤ感は大事だなと思うから、いやーあなたはもっと好きなことやっときゃいいと思うけどなそうかな。でそんな器用にだって変えれないじゃんそのさこういう動画の反応があるということはこういう傾向があるからじゃあ次はこういう動画を作ろうってさ、それエネルギー出ないじゃん。出ないそのなんかこれ楽しいこれ動画にしようやん、そうなんだよね。これ良くないじゃん。そうだね。ハマれてる時とハマれない時を楽しんでもらえたら嬉しいですね。そうね。うん。でもまあなんかそういうことをね考えたりした1週間でしたね。うんはい。だから来年が近づいてくるから、うんそういうこと考えちゃったんだと思うんだ私。うんうん来年私どういう動画作っていくんだろうって自分でさえ分かってないからおーそわそわするのよ多分。確かにもうあれか、そろそろ年内の動画のスケジュールが全部そで決まっちゃったからか。そうまあね、それでなんかそう来年どうしようっていうわかりやすい
来年どうしようって思っちゃったんや。思っちゃった。あーねそう大丈夫、あなたは今決めても1月には変わってるかそうまあでもそんなことを考えながらも楽しく来年を迎えたい。ら。はいはいとか言ってなんか今週ちょっと歯切れ悪かったんですけど、そうそんなことないかな。ラジオにもいい時と悪い時があるんですよ。あ、そうですか。まあそういう週もねあってもいいでしょう。そんな感じで今週のねラジオは以上なんですけれども、次のラジオは何を話しましょうか。今は決めてもらおうかな。次決めてもらう、皆さんにね。あんたに私か、じゃあ今週は変化について考えた1週間だったので、皆さんが変化する時またした時に励まされた言葉を教えてほしい。こういう言葉で私は励まされて新しい道歩いていけましたみたいな私たちもじゃあ何かあったら考えていきましょう。まあ来年控えてね、来年からまた新しい新生活とかでやっぱそわそわしちゃったりとかね、すでにしてる方とかいると思うので、これから先に進んでいくための励まされた言葉またはエピソード教えてください。いいですか。はい。では最近土曜ラジオ14回終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。さよなら。